おはようございます。いよいよ本日トルコツーリングの最終日を迎えました。ご覧の通り最終日も快晴に恵まれました。ルームツアーと朝食の様子を取り漏らしてしまいましたが、いよいよトルコのラストラン始まります。この辺りなんとなくギリシャの観光ガイドに出てきそうな雰囲気です。こちらが今日のルートです。北上してイスタンブールに戻ります。さて今日なんですが、どこにも立ち寄らずに直接イスタンブールに向かってもよかったのですが、ベルガマはかつての強国ベルガモン王国の中心地で、丘の上に壮大な遺跡群があり、2014年にベルガモン&イッツ・マルチレイヤード・カルチュラル・ランドスケープとしてユネスコ世界遺産に登録されたところでもあります。トルコツーリング最終日を飾る最後の訪問先として立ち寄っていくことにしました。アスクレピオンの案内板が左側に見えてきました。右側の駐車場に入ります。正面に見えるチケットセンターでチケットを購入します。入場料は13ユーロでした。アスクレピオンは紀元前4世紀頃から紀元後4世紀頃まで使われた古代の医療センターです。ここは単なる病院ではなく、環境や心理、文化を組み合わせた治療などが行われており、水治療、夢診断、音楽、演劇療法などが行われました。ビアテクタはラテン語で屋根に覆われた道という意味になります。コートヤードはこの病院施設の中心で、人々が集まり移動し治療に向かうハブになったところです。クゼイギャラリーは施設を利用する患者や人々が歩いていた柱付きの街道エリアになります。石柱の上には屋根があって、ゆっくり歩くことで体と精神を整える効果があったようです。シアターはローマ時代の小劇場で紀元後2世紀頃に作られました。収容者数は約3000人ほどで、半円形で典型的なギリシャ・ローマ式の形になっています。ここは普通の劇場と違って娯楽ではなく治療のための劇場でした。ここでは心の浄化のために神話や物語、感情を揺さぶるような演劇や音楽でリラックスさせたり、精神を落ち着かせるための詩や道徳が演じられました。まさに心が整えば体も回復するを体現した施設だったようです。ベルガモの旧市街は遺跡以外にも今も生活が続く歴史の重みを感じられます。細い石畳の路地や木造と石造りの伝統家屋は観光地化しすぎていないリアルな生活感があります。また坂道が多く、トルコあるあるで猫が多い街の雰囲気もなかなか良いです。世界遺産にもかかわらず観光客も少なく、静かで落ち着いた街の雰囲気は昨日のエフェソスとは対照的なところです。それではこれからはイスタンブールを目指して走っていきます。で、イスタンブールのカオスの中を走り切る自信は全くありませんでした。そこで昨日からバイク屋に連絡していたのですが、今朝になって高速道路の PA で合流してくれることになりました。正直なところ、スマホのナビだけでカオスの中を無事に走り抜く自信は全くありませんでした。バイク屋の人の案内があればもう安心です。ということで、まずは待ち合わせ場所まで安全運転で走っていきます。そういえばトルコでの8泊9日のツーリング旅ですが、全日程で晴れました。全日程で晴れ渡るツーリングなんてめったにないので本当に良かったです。調べてみたのですが、
地域にもよりますが、トルコは日本の約半分の降水量です。データで見てみると、東京の年間降水量が約1500から1600ミリに対して、トルコ西部だと約600から800ミリになります。前半に言ったカッパドキアは年間300から400ミリほどで雨が少なく乾燥気味です。一方、ベルガマなどエーゲ海や地中海沿岸は約700から800ミリで、夏はカラッとして冬に雨が多いようです。これから行くイスタンブールは年間800ミリほどで、年間を通して雨が降るようです。で、動画を見ていただいてお分かりだと思うのですが、今日はなんとなく曇り空でどんよりとしています。この翌日は結構強い雨が降りました。バイクをレンタルした期間中、雨が降らなくて本当に良かったです。待ち合わせのパーキングエリアが見えてきました。さてどこにいるんでしょうか。そういえばガソリンスタンドって言っていたので、もう一つ向こう側のようです。ちょうどガソリンもないので給油していきます。で、キヨスクの中も見てみたのですが、見当たりませんでした。さてどこにいるのかと思ったら、1週間ぶりの再会です。バイク乗りあるあるですが、お互いのバイクをめでながら一通りツーリング中の出来事とかを話します。それではイスタンブールに向けてのラストランスタートです。もうこれで安心です。道に迷うこともないので、あとは安全運転だけに注力をして走っていきます。行きもこの料金所を通過しました。日本の IHI も参画して作ったという橋です。持ち合わせの現金がなかったです。カードで支払うことにしました。高速車が随分と並んじゃいました。行きでも使ったオスマンガジブリッジの料金なんですが、なんとトルコリラで755でした。それではここからオスマンガジブリッジを渡ります。進行方向右側、つまり南側がアジア側、そして進行方向左側、北側がヨーロッパ側になります。ただこのオスマンガジブリッジはボスポラス海峡を渡る橋ではなく、マルマラ海のイズミット湾を横断する橋です。なのでこの橋の両端とも厳密にはアジア側ということになります。つまりこの橋を渡っただけではヨーロッパ大陸に入ったことにはならないということになります。本当にアジアからヨーロッパへ渡るには、イスタンブールのファーティフ・スルタン・メフメットブリッジやヤブス・スルタン・セリムブリッジといったボスポラス海峡を渡る橋を走る必要があるということでした。はるか極東アジアから来た旅行者からすれば、このオスマンガジブリッジを優雅に走れただけでも感動ものです。右前方には大きなコンテナ船も見えてきました。全長約2682メートルの世界有数の長大吊り橋、いよいよゴールです。
今走っているのは自動車専用道路なのですが、バイクは路側帯走行が認められているそうです。イスタンブールに近づくほど渋滞が激しくなってきて、右側の路側帯を走っていきます。ただ慣れていないこともあって、この路側帯を高速で走るのはちょっと怖かったです。と、ここで先導しているバイク屋の主人から、もっと速く走ってついてきてくれと言われてしまいました。ということで、少しペースを上げていきます。もちろん安全運転は大前提です。さて、これからフェリーに乗船していきます。こうした近道ルートはさすが地元の人でないと分かりませんね。フェリー代払ってくれていました。ありがとうございます。こんな感じでセルケジからユスキュダルまでフェリーで移動していきます。それではフェリーに乗り込んでいきます。セルケジからユスキュダルまでのフェリーはイスタンブールのボスポラス海峡を横断する車両フェリーになります。ヨーロッパ側のセルケジとアジア側のユスキュダルを結んでいます。観光クルーズ船ではないのではっきりとは見えないのですが、遠くに乙女の塔が見えます。サラエブルヌはイスタンブールの旧市街半島の東端に位置する岬です。まさにここは金角湾とマルマラ海、ボスポラス海峡が交わる地点になります。サラエブルヌは古代ギリシャ植民都市ビザンチオンの建設地として知られているほどの歴史的な場所です。オスマン帝国時代になるとスルタンの居城であるトフカブ宮殿がここに築城され、政治行政の中心地として機能しました。この岬からボスポラス海峡を一望することができ、都市の防衛と交易監視の要衝となっています。正面の看板はトルコ海運公社というところだそうです。セペッチレルカスリはオスマン帝国時代の小さな離宮迎賓館で17世紀頃の建築です。現在はイベント会場や文化施設、レストランとして利用されています。ユスキュダルフェリーターミナルが見えてきました。フェリーの乗客も下船に向けて慌ただしくなってきました。乗船時間約20分ほどでしたが、間もなくユスキュダルフェリーターミナルに到着です。さて、いよいよトルコでの最後の走行になります。残りわずかの走行距離となりましたが、気を引き締めて走っていきます。左に見えるのはエミノニュ駅です。 T1 系統が通っていて、ガラタ橋の旧市街にあるとても栄えているエリアです。
ガラタブリッジにやってきました。ガラタブリッジは金閣板にかかっていて、旧市街のエミノニュ・スルタン・アフメットと新市街のカラキョイ・ガラタベイオールを結んでいます。1845年に木製の橋が架けられたのが最初で、現代の橋は5代目で1994年に完成しました。ちなみに1912年に架けられた4代目のガラタブリッジは2階建ての跳ね橋だったということです。ガラタ橋最大の名物はずらっと並ぶ釣り人たちです。ここでは地元のおじさんから若者まで一日中サバやイワシを狙って釣りをしている姿を見ることができます。観光客向けではなく、本当に生活の一部として根付いている光景だということです。またこのガラタブリッジは2層構造になっていて、下の階にはシーフードレストランやカフェが並んでいます。さらにガラタブリッジは単なる交通インフラではなく、東洋と西洋、古代と現代、イスラムとヨーロッパが混ざり合う象徴として多くの小説や映画に登場します。トルコのノーベル文学賞作家であるオルハン・パンクの作品でもガラタ橋周辺はたびたび描かれています。ここはオスマン帝国時代からヨーロッパ文化とイスラム文化の接点として機能してきた歴史の重みを実感できる場所だと言えそうです。ガラタブリッジを渡り終えるとバイク屋があるノボホテルまではすぐです。初日バイク屋がレンタル日を間違えていたという話を聞いた時にはびっくりしましたが、終わりよければ全てよしで、重大な事故もなく8日間のトルコツーリングも十分に楽しむことができました。右前方ノボテルが見えてきました。トルコツーリング、これにて無事に終了です。お疲れ様でした。こちらはトルコ最終日に宿泊するホテルになります。ロケーションとしてはイスタンブールの新市街に近いところにあります。部屋も綺麗でとても快適でした。トルコ最後の夕食は宿泊ホテル近くにあるレストランにしました。もちろんビールからスタートです。どんなメニューを注文したのか今となってはすっかり忘れてしまったのですが、セットで注文しています。いただきます。ところでトルコって喫煙に対して結構寛容です。
有名な観光地でも地面を見ると吸い殻が結構落ちていてびっくりします。今回入ったレストランも格式が高い方だと思うのですが、食事しながら喫煙している人もいました。まあお客も少なかったのでそれほど気にはなりませんでした。すごく大雑把な言い方ではありますが、どれも美味しくいただくことができました。ごちそうさまでした。おやすみなさい。おはようございます。今日はこのままイスタンブール空港に向かいます。夏休みも終わってみるとあっという間です。結局7泊8日のツーリング中、一度も雨に降られることはありませんでした。レンタルバイクを返却した翌日に雨というのもラッキーでした。イスタンブール空港に到着しました。帰国もエティハド航空でアブダビ経由で成田に戻ります。トルコを旅行するのは今回が初めてでした。今回は初っ端からレンタルバイク屋がバイクのレンタル日を間違えてしまうというトラブルに見舞われました。ただその後はカッパドキアで気球に乗ったり、田舎町で道に迷って地元のおじさんに助けてもらったり、遺跡をいろいろと観光したりと充実したツーリングになりました。トルコを旅行したのは2025年夏なので、動画編集やアップロードにすごく時間がかかってしまいました。半年ほど前のことなのに懐かしく思いながらこの動画を作成編集しました。2026年もまたいろいろなところに行きたいと思っています。皆さんとまたお会いできますことを楽しみにしております。Myself wondering what could happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing.
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be